今日はですね、Facebook のライブなんですけども、テーマは先生術です。そしてですね、何を今日ライブでお話しするかと言いますと、藤井風さんという方、もう皆さんほとんどご存知ですね。海外に住んでいる人でも、海外の方が人気があるくらいですから、ご存知だと思いますし、その方のホロスコープを私たち先生術師が読んで、そしたらこんな感じになるのよ、こういうことがわかるのよというお話をぎゅっと短くしてお伝えしたいと思います。で、なぜこれをやってるか、簡単にお話しますと、私はプロ先生術養成講座を開催してますが、今日いる方は、そこにいる生徒さんたちのうちの何名かなんですね。で、毎月、みっちりと練習会をしております。この講座に出るだけじゃなくて、毎週練習をするっていうことが、本当に100本ノックのような状態になるんですが、それで毎月、誰かね、いろんな人の読み込むわけです。で、今回はですね、誰しましょうかって言ったら、この中に藤井風さん推しの方がいまして、藤井風さんをやってほしい。それいいね。じゃあみんなの推しをやっていこうかということになりまして、今回は藤井風さん。で、その内容を、ちょっとこういうのやりましたよっていうのを私がノートの方に書いたところ、結構な反響で藤井風さんファンって多いんですね。なんかその内容知りたいとか、先生術はよくわからないけど、藤井風さんの星みたいなのを知りたいというリクエストが多数寄せられましたので、今回じゃあちょっとライブをしてみましょうかということになったという次第です。先生術で人の人生の多くを読むことができます。というのは、生まれた瞬間のバースチャートは一生変わりません。で、一生変わらないこのバースチャートに、大体のですよ、皆さん。もう運命決まってるのね、努力してもしょうがないのねと思わないでください。大体のストーリーが描かれてるんです。それが分かってると、あっちの方に行ってもあんまりいいことないんだなとか、こっちの方に行った方が宇宙の意図に合ってるんだなとか、いうことが分かるから、一生変わらないものであれば知っといた方がいい。だから私は先生術を皆さんに勧めているわけですけれども、それだけじゃなくて、バースチャートに合わせて、トランジットの今の天体を合わせてみたり、その人が成長していく中で、バイオリズムというのが変わっていって、専門用語で言うと、セカンダリープログレスとか、ソーラーアークとかいうチャートがありまして、それを当てはめていくと、この人3歳ぐらいの時にこういうエネルギーに包まれてたのよとか、8歳ぐらいの時こうだよというのが全部わかるんです。そうすると、3歳の時にこういう事件がありましたっていうのが分かってたとして、その3歳の時のホロスコープのエネルギーはこうだから、それは彼をここに導くためのものだったとか、そういうことも全部解き明かされていくわけです。だから人生のある時にたっぷりと先生術で見ていくと、過去もわかるし、そうすると、じゃあ同じように未来に当てはめていくと、今年はこういうことしなきゃいけない年なんだな。っていうのも分かっていきます。今年は結婚しそうだな。とか、そんなことも分かります。なんでちょっと、その詳しい、クラスで全部話してるテクニックをここでやるわけにいかないですよ。5時間、10時間かかりますので。ですが、読んだ内容をシェアしていきたいと思います。こんにちは。いっぱいありがとうございます。ひろみちゃん、こんにちは。れいこちゃん、こんにちは。ありがとうございます。まきこさん、こんにちは。かなえさんもこんにちは。ありがとうございます。皆さん、なんか同意とか、なるほどとか、そんなコメントもウェルカムです。じゃあ、ここからはですね、とっぷりみんな特訓しましたので、今もうこのプロセス施術クラスの人たちのテクニック、あんまりハードル上げたらみんな嫌がるかもしれない。技術がもうすごくてですね、みんな本当に星読みをある時から星を見てグンっていくんですよ。最初わかんないわかんないみんな言ってますよ。難しいです。難しいです。今日急になんかちょっとわかるようになりました。みたいなみんななるんです。それが来る前にやめちゃいけないんです。それが来るといろんなものが読める。なので、ちょっと今日は星読みのところ、ほとんど前半は皆さんに任せたいと思います。じゃあ早速ですけど、美穂さんから言ってください。で、私ちょっと藤井風さんのチャートをここでしますが、話し始めていただいて結構です。はい、こんにちは。オーストラリア・メルボルン在住の上地美穂です。よろしくお願いします。一言で言うと、藤井風さんは風そのものみたいな人でした。彼のホロスコープには風のエレメント、双子座、天秤座、水亀座がたっぷりあります。風のグランドトラインに加えて、カイトという特別な形もあり、
これはまさに風に乗って上昇していく天体の配置です。天体たちは全体的にバランスよく散らばっていて、特に言葉や表現力を司る水星と太陽が重なっているのが印象的です。音楽を通した言葉の力で人に伝えることが彼の本質なんです。双子座の自分らしさを表現する太陽に、スクエアのアスペクトがドラゴンヘッド、ドラゴンテール、火星もあるため、軽やかさの裏に葛藤も、風っぽく生きるだけでは苦しくなる場面もありそうですが、月、感情を表す月ですね、は天秤座で風の天体たちと調和しています。スピリチュアルと現実をバランスよく保つことで、自分の中の繊細な声にも気づいていける人です。前半の人生は、まさに風らしく軽やかに自分らしく生きる流れ。風サインに星がぎっしり、特に太陽と水星が重なっていることで、伝えたい、表現したいというエネルギーが自然と湧き出てきます。それを天秤座の月がうまく受け止めていて、風の流れがとてもスムーズです。彼が何かを頑張って認められたいと思っていたというより、ただただ双子座らしく、軽やかに純粋に自分を表現していただけなのに、いつの間にか人が惹かれて有名になっていた。そんな流れもホロスコープに現れています。天秤座の月は人に愛される運を持っていて、それが天秤座の木星、天王星、パラスとトラインしています。つまり、彼の人気の秘密は新しい風を吹かせる人であること。これまでの型にとらわれないスタイル、独自の感性で表現していく人なんです。小惑星を読み解いて、特に注目なのが人生後半になると水のエレメントが強くなってくるところです。以上です。ありがとうございます。今ですね、もうとてもベーシックな基本的なバースチャートで読むところをこう全部ね、読み込んだだけでもこれだけのことが読めるんですね。これはもう本当基本のベーシック占星術でこう習うようなところなんですけれども、本当に風っていう名前をつけたのお父さんって推しの方に聞きましたけど、お父さん天才、占星術師かもしれない。この名前で先生術師がこのホロスコープ見て名前つけるならもう風ですよね。まさに。こんなに風がビュンビュン吹いているホロスコープはないからすごいなと思いました。ですが、私が提唱している新時代占星術はもちろん西洋占星術も素晴らしいものですが、それだけで読んでると、やっぱり西洋占星術が生まれた頃っていうのは、まだ人生50年が寿命で、これ50歳ぐらいまでの天体が主なものになってて、その人生後半って今時もみんな50歳からが本番じゃないですか。ちょっと読んでいくのに難しいわけです。それから世の中はすごく移り変わるから、公転周期30年の土星なんかをゆっくり読んでいるんでは、今日、明日、今年、来年の計画がやっぱり立てられない。もうちょっと公転周期の早い天体を読み込むということがあって、小惑星をしっかり読むんですね。そうすると今、美穂さんが言ってくれたみたいに、彼は前半の主要天体と後半の人生を司る小惑星とは、全然違うエネルギーがそこにあるんです。なので、ちょっとここからはじゃあ、さとみさん、お願いしていいですか？あ、ちょっと待って、さとみさんでよかった？さとみさんでいいですか？順番ね。私が勝手に、マイクが入ってないんで全然音が入ってません。さとみさん。マイクをオンにしてください。はい。はい。ではお願いします。では、岐阜市在住の里美です。よろしくお願いいたします。人生後半はドライなだけじゃなく、人の痛みや感情を深く理解し、それを表現していくような流れに入ってきます。風から水へ、まるで悟りに向かうような変化です。風に比べて水の要素は少なめですが、唯一、蟹座の金星が象徴的です。家族を大切にする愛の星です。結婚や家族とのつながりが後半の人生で大きなテーマになるでしょう。風のように自分の道を行くぞと軽やかだった前半に比べて、有名になることで人の感情や社会との関わりにも意識を向けざるを得なくなる。だからこそ水のエレメントが必要になってくるんですね。感情や思いやり、人との結びつき、それを大切にしながら、どこまで風らしさを保てるか。それがこれからの課題でもあります。例えば、彼の言葉や行動が誰かに深く影響を与えたり、
思わぬ誤解を生んだり、ファンとの関係やレコード会社との関わりの中で、風のように自由に動くのが難しくなる瞬間もあるかもしれません。だけど彼は、風と水という相反するエレメントを奇跡的に共存させられる人、湿度が高いのに風が吹く、まるで奇跡の天気のように、日本人らしい思いやりや謙虚さを持ちながら、世界に向けて新しい価値を届けていける。そんないいとこ取りの生き方ができるのが藤井風さんのすごいところです。前半は風を大切にする水、後半は水を大切にする風。そのバランスを取りながら軽やかさと深みを両立していく新しい時代のメッセンジャーです。私からは以上です。ありがとうございます。はい。本当にそうなんですよね。だから前半と後半で人生のエレメントが変わる人って、たまにいるんですよ。多くの場合はこう同じような流れなんですけど、まあ、前回ぐらいやった中井正広さんっていう、ね、あの方、皆さんのもうしっかり読んだんですけど、どうして彼の人生がこう変わったのか、まあ、変わったわけじゃなくて、彼は変わってないんですけれども、その変わらないままでいくと、ある年齢を境に、彼の人生がこう急降下していくというのも、生まれた時の星の位置にあったんですね。だからこの前半と後半を読み解けるんです。藤井風さんの場合も前半と後半はちょっと変わってきます。でも、中山正宏さんの場合はですね、持ってた火がなくなるっていう瞬間があって、なのに自分で気づかず火のようにエネルギーを使っていると、人の気持ちがやっぱりわからない人生になると、その途端人生が転落するという星をね、持ってらっしゃいました。またこういうのも興味がある方がいらっしゃいましたら、いろんな方のホロスコープは、見たいなという人が、リクエストがあれば、どんどん YouTube でも出していきますし、それを皆さんのリクエストがあると、練習会で練習してまた読み込んで、ここにシェアするということもできますので、結構ね、この前半と後半を見るっていうのはすごく大事なんです。で、里見さんが言ったように、風だったらずっとドライ。で、風と水っていうのは一番相性が悪いので、ウェッティにならないことが大事なんですよ、本当は。だけど彼は後半からは湿気のある風にならなきゃいけないよっていうふうになってるので、多分ここから先、いかにドライで味続けるんじゃなくて、湿気があるのに風で居続けるっていう、次のチャレンジに入っていくんじゃないかと思います。では、もう一個これ見ると、ものすごい重要なテーマが一個入ってるんですね。これはもう例の先生術ならしなら、一番いつも重要視するという人が多い例の感受点。そこはちょっとゆきさんに大事なところを言っていただきたいと思います。はい、こんにちは。横浜在住の宮島由紀です。もう一つ重要なテーマである、ドラゴンヘッドとドラゴンテールの軸の、ラインですけれども、これは、乙女座と魚座のライン。で、過去世では、魚座的な生き方をしていたけれども、今世では乙女座的な課題にチャレンジしなさいという宇宙からのメッセージが含まれています。魚座にいると安心します。だからこそ、魚座の世界に戻ってしまいそうになるんです。でもきっと彼は、前世ではシャーマンのような、哲学者のような存在だったはずなんです。で、自然の中で静かに暮らして、洞窟で瞑想して、属性から離れたところで魂とつながっていた人かもしれません。でも今はその感覚が色濃く残っていて、表現はしていても、本当はあまり外に出て行きたくない。テレビや芸能的な場は、彼の場合にはとてもしんどい場所になっているはずなんです。でも今世の課題は、乙女座的な場所で人と関わりながら現実世界で表現していくこと。だからこそ有名になって伝える力も与えられました。メッセージを言葉にして音楽に乗せてたくさんの人に届けていくことが使命となっています。でもここが彼にとっては皮肉にも苦手なゾーンであるんです。特にドラゴンヘッドとイリスが同じ場所にあると頑張らないといけないと感じる一方で、しんどい、怖い、傷つくといった感情も出やすくなっているんです。だからこそ乗り越えた時にすごく応援される場所でもあるんです。魚座のエネルギーは自然や精霊、直立たちとつながる癒しの世界です。そこにいるとき、とても居心地がよく彼は
本当に安心できる場所なんです。でも、乙女座に入ると、人と関わらなきゃいけない。誰かの役に立たなきゃいけないと、どこかで無理をしてしまいます。テレビに出たり、大勢の前に立ったりするのは、時に自分を見失ってしまう点もあるでしょう。だからこそ人生の後半は、ますますチャレンジが増えていきそうな、後半となりそうです。以上です。そうですね。ドラゴンヘッドとドラゴンテールの場所っていうのは、やっぱりもう慣れ親しんで、そこに逃げ込みたい場所と、でも今世はそれじゃなくて、こっちをやらなきゃいけないよっていうのがやっぱり描かれていて、それを知っとかないと、ドラゴンテールの方に逃げ込むと、やっぱり宇宙からお仕置きが入ってくるんですよね。だから結構それで人生、お仕置きが入って止まっちゃうっていう人も多いので、きっと本当にもうシャーマンとか、ね、仙人さんとか、そういう一部の人たち、分かる人たちにだけ、この精神性を伝えていけばいい立場だったと思うんですけど、今世はもう普通の人たち、みんなと関わって、外に出てきて、街に降りてきて、そこで伝えていきましょう。っていうことを言われてるので、なんで有名にもなっていっちゃうんですよ。本人の意図とか関係なく宇宙が彼を世の中にどんどん出していく。で、そこで逃げてしまわないで、今世はそこに向き合っていくということができれば、一つね、上のエネルギーがいくかもしれません。もうちょっと付け足して美穂さんに聞いてみましょうか。はい。彼はスピリチュアルな感性を強く持っています。マインドが疲れてしまった時には、人に話すこと、頼ることも必要になってくるでしょう。これが本性の落とし穴とも言える場所です。この乙女座のドラゴンヘッドと魚座のドラゴンテールは、彼が魂の進化のために向き合う大きなテーマです。風のように軽やかでありながら、水のように深く、そして土のように、乙女座のように人とつながり、現実で根を張って生きていくこと、どれか一つではなく、すべてを自分の中で調和させていく、それが藤井風さんの歩む奇跡の道なのかもしれません。そして、他の小惑星の位置なんですけれども、藤井風さんのホロスコープには、双子座のハイジアがあり、これは呼吸法、浄化、健康的な生き方が人生のテーマであることを示しています。彼にとって意識的な呼吸や自然と過ごす時間がとても大切。シンプルでクリーンな生活に惹かれる傾向があります。心も体も余計なものを持たないことが大事。呼吸を整え、自然体で生きる姿が彼本来の魅力をより輝かせています。まさに浄化された風のような人です。藤井風さんのホロスコープには、他には天秤座のカイロンがあります。心がうずく場所、うずく傷の場所です。時に周囲の声に振り回されやすく、自分の直感を信じきれずに後悔するような経験が人生で起こりやすいです。特にカイロンリターンが来る50歳前後には、家族をテーマにした心の揺れや試練が訪れるかもしれません。それでも風らしく軽やかに生きながら、調和と自己信頼を育んでいくことが彼の鍵となりそうです。以上です。はい、ありがとうございます。一個ずつの全部、小学生の位置もアスペクトも全部通って、今回の、話をしてるんですけど、練習会ではそれを、ここがこうだからこうで、こうで、こうで、っていうのを作っていって、でも、相反するものもあるから、このアスペクトよりもこっちのアスペクトの方が強いから、こっちはこういうふうに見えるけど、多分こっちのエネルギーの方が強いから、こうだよねって言っていって、こういう、内容になっていくわけです、先生術っていうのは。ですから、一個一個の小惑星の位置を言ってるわけじゃないんですけど、今回このハイジアだけはね、特別あまりにも、象徴的な位置にあったので、しっかりとメンションをしていただいたんですけど、ちょうどちょっと前の動画でも YouTube の方で上げてますけど、そのハイジアっていうのは呼吸すること、呼吸器官にとても関係しているし、免疫疾患とか、そういうことにも関わっているんですけれども、今ちょうどコロナウイルスの私たちの記憶に
まだ新しいのかどうか分かりませんけど、5年半前なんでしょ、もうね。と同じ場所にハイジアという小惑星が帰ってきていて、またそういう呼吸器系の疾患には気をつけた方がいいですよというのをちょっとこの間の動画で出したと思うんですけれども、その呼吸することって、深呼吸することだったり、歌を歌うこともそうですし、全部つながっていくと思うんですけれども、彼の場合は今美穂さんが言ってくださったようにとても特徴的な、場所にありますよということでした。じゃあもう少しちょっと時間があるので、ギリギリまで彼の人生ストーリーっていうのも先生術で見えます。皆さんこれご存知でしょうか。過去も見れるんですけれども、例えばですね、彼3歳ぐらいの時に先生術で見ると、一番一つ目の大きな彼の基盤を作ってるんですね。で、それが家庭という場所です。で普通、3歳だと家庭って言っても別にちょっとこうね、トドラーとして、可愛いお子さんでいるだけだったはずなんですけど、彼の場合は3歳に家族から将来の基盤を作られるというアスペクトを取っていました。結構早い時期だと思って、割と珍しいことなんですけど、これ私は全然風さんのそのストーリーはもちろん歌はね、本当にオーストラリアでも全然ガンガンかかってますから、本当に海外の方が人気の人なんで知ってますが、その人生は知らなかったんですけど、美穂さん詳しいんですよ、藤井風さん。それぐらいの時に彼、家族からなんか教わってるんですよね。そうなんですよ。英語もお父さんから習ったんですけれど、サキソフォンやトランペットやピアノも3歳ぐらいに始めたということがインターネットで調べれば出てくるんですけれど、そのホロスコープを見てびっくりしました。なるほどね。だから、私もその英語を喋るって聞いて、じゃあ帰国子女なのと思ったら、そうじゃないって、どうやって学ぶ日本にいてって、こう親からっていう、まさに家庭から人生で大事なものを授かっていく、しかも3歳からっていう、本当に先生術ってちゃんと解けますよね、と思いました。2回目の基盤作りがあるんですけど、さとみさん、これどこにあったか読み取れましたか？音が入ってません、さとみさん。声を出してくすださい。いません。はい。2回目の基盤作りは2021年から22年頃でした。このタイミングは人生の転機や方向性の切り替わりを経験しやすい時期であって、新たな基盤が作られた重要なポイントと言えるかと思います。そうですね。そこからこう、ガーンとこう、隣になってて、私もびっくりしちゃったんですけど、今こうやって見ると、1900、この、ってこんな若いのっていうことですよね。ものすごく歌詞の感じとか死生観とか大人の歌詞ですけれども、この若さですけど、しかもそのまだ最近こう出てきている感じで、彼が世の中に出てきたのがちょうどこれらのタイミングの時だったんですよね。だからさっきの宇宙が意図して彼を世の中に出させたとか。だってみんなたくさん家で歌歌ったり、ちょっと YouTube に出したりしてますけど、だからって言ってみんなが有名になるわけではない。やっぱりそこで何か出ていく人っていうのは、何らかの宇宙の関与が入っていたり、この今で見るソーラーアークのタイミングがベストだったりするんですよ。だから逆に言うと、うまく前回いかなかった人は、ソーラーアークのタイミングじゃない時にやってただけで、才能がないわけじゃないということもあるんですよ。これが先生術の、もうタイミングなの、すべて。タイミング合わせてやればうまくいくよっていう流れでもあります。もう一回3回目があるんですけど、ゆきさんわかりますか？3回目のソーラーアークのタイミング。はい。3回目は今年ですね。で、今年、彼は、自由に動きたいという思いがありながらも、なんかやらなければいけないとか、答えなければいけないという圧力で自分を制限している可能性があります。で、これは心の声が聞こえているのに、女性に、問われて立ち止まるような内なる葛藤とも読めます。そうなんですよ。ね、まさになんか心の声が強くなるっていうのと、それに立ちはだかる何者かっていうのが同時に起こるタイミングだから、彼のそのちょうど成長のタイミングが今年と
いうことになると思います。ソーラーアークだけで見ても、この1、2、3というこう3段階の今のところ、この先まだありますけれども、今日まで見るとそんな感じ。あとちょっとトランジットの関係なんかも見えるんですけれども、なんか美穂さん、トランジットの今の中で彼に気になるところはありますか？そうですね。さそり座のアスペクトのところで、一人で抱え込むと前に進みにくいという特徴がありそうです。この時期は誰かに相談し、助けを求めることが大切でしょう。自力で乗り越えようとするより、他者との関わりの中でこそ解決への糸口が見つかりそうです。それと、変わりたくない自分を手放す必要がありそうです。今こそどう変わるべきかを見直すタイミングです。風さんは本来は軽やかで自由な思考の持ち主だと思います。今はそこに乙女座的な地に足のついた現実性を取り入れることが求められています。現実逃避の癖あるかどうかわからないんですけれど、もしあったらそれを手放して目の前の課題にきちんと取り組むことが成長のチャンスとなりそうです。以上です。ね、なんか今そのトランジット、風さんは風だから自由に自分の思った通りにやる人生ではあるんですけれども、後半はちょっとこう水も入ってくるから人の気持ちとか関わる人のっていうところも入れていかないと、さっき言ってた中山雅宏さんが水に変われなかったのでこう切り替えがうまくいかなかったように、まあ彼はそのようにはもちろん全然違うエネルギーだからありませんけど、自分がしんどくなったりするので。やっぱり人に相談したり、人に助けてもらったり、することをここで学んだり覚えたりしていくっていうのが、それでよりいいものを作る。だからあくまで自分が作りたいものっていうのが明確にある方で、それを作っていくんだけど、今までよりももっと自分一人で頑張りすぎない。で、ちょっと今、人に相談した方がうまくいくこともあるよっていうことをいろいろと思い知っていくっていう、今、トランジット。なんで、今年の学びはそこにあるかもしれないなということですね。で、ちょっとまあ最後に、ドラゴンヘッドっていうのは、私も別動画でもお話ししてますし、ノートの方でも出してるんですけど、実はドラゴンヘッドの場所と、ドラゴンテールの場所だけでも、だいぶ難しい星読みができなくても、だいぶ人生って読めるんです。そのまあ簡易バージョンのテキスト、興味がある方はノートの方であるんで見ていただくといいんですけど、彼はさっき言った魚座のドラゴンヘッドを持っている、持って生まれた、違う、乙女座のね、ドラゴンヘッドを持ってて、魚座のドラゴンテールを持ってるんですね。で、今、魚座にドラゴンヘッドがあるんです。ということは、彼のドラゴンヘッドの真向かいにある。風さんだけじゃなくて、乙女座のドラゴンヘッドを持ってる人はみんな同じように、今、魚座のドラゴンヘッド真向かいにあるよっていう時期です。で、何に気をつけたらいいのかっていうのは、私のそのテキストにもちゃんとドラゴンヘッド乙女座の人の場合っていうふうにこう書かれているんですが、ちょっとさとみさん、その一部だけでもいいんで、取り出してもいただいていいですか？はい。でも皆さん、本当は有料なのを今無料で読んじゃいますよ。無料でこのテキスト。はい。はい。どんな出来事が起こるかと言いますと、過去に執着していた自分のパターンから解放されるべき時で、過去の思考や行動パターンでは後悔したり、失敗する出来事が増える時です。それにより成長が促される時期でもあります。特にパートナーや他者との人間関係に新たな気づきが生まれるような時期となっております。はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、ゆきさんも続きいいですか？はい。次は落とし穴。どんなことが落とし穴になるかということなんですが、乙女座のドラゴンテールが示すように、過去の人間関係のパターンにとらわれることが落とし穴となります。特に自分が正しいと思う場面こそ、その正しさへのこだわりを持ち続けると、人が離れていきます。古い自分のコミュニケーションパターンを手放すことが求められていますが、これに対する抵抗があると、さらなる障害がやってくるかもしれません。以上です。なるほど。そうです。そして、この時期、実は何を逃さない方がいいかというものもあって、乙女座のね、ドラゴンヘッドの人はね、今年すごい大事で、あらゆる恋愛でもそう、奥さんとかでもそうです。パートナーシップ。
あるいは仕事の協力関係、ここから自分がクリエイトしたいものを、この人だったら、一人で突っ走るよりも今、相棒が必要なわけじゃないですか。この人だったら一緒にって思えるようなこう出会いとか、そういうものを育んでいくっていうのに、とっても大事な2025年です。っていうのが書かれてるんですね。もうこのテキストだけでも。そしたら今みんなが読んでいただいた内容で何度も出てきたキーワードとぴったりと一致すると思います。だからその結果を残したり、正しいことを相手に理解してもらおうとか、そういうものはもう全然いらなくて、自分の求めるものをクリエイトしていかれるんですけれども、でもそこに他の人とのこうつながりっていうのも生まれてくる2025年ということではないかと思います。以上です。今日もちょっと簡易的にやってみました。またこういうね、ちょっとセレブとか芸能界の方、読んでほしいチャートとかありましたら、ぜひリクエストいただきたいと思います。じゃあ、一緒に読んでいただいた3人様、ありがとうございました。コメントいろいろいただいた方も、生まれる前から魂レベル高い方、でも課題があるんです。そうなんですよ。高い方ほどひょっとしたら課題は大きいかもしれませんね。ということです。では今日はここまでにいたします。素敵な皆さん一日を。またライブでもお会いしましょう。